太陽、私たちの頭上に輝く灼熱の星であり、その光と熱は私たちの生活に欠かすことのできないものとなっています。太陽が存在したからこそ、地球上の生物は進化を繰り返すことができ、人類文明もここまで発展したと言っても過言ではありません。そんなあまりにも地球に貢献してきた太陽ですが、昨今の地球温暖化問題の影響もあり、地球の気温を下げる方法に対する関心が高まっています。地球温暖化を止めることは容易ではありませんが、シンプルに太陽に水をかけて気温を下げることができるのではないかというアイデアもあります。しかし、もし絶対に太陽に水をかけてはいけないと言ったら、皆さんは信じられますか？こんにちは、ビヨンドです。本日は、もし太陽に水をかけたらどうなるのかについて徹底解説していきたいと思います。それでは、いきます。いきなり本題に入る前に、まずは前提として、そもそも太陽とはどのような星であるのかをおさらいしていきたいと思います。太陽とは、私たちの太陽系の中心にある恒星です。約46億年前に形成されたと考えられており、地球を含む太陽系の惑星やその他の天体が太陽の重力によって結びつけられています。ちなみに地球も同じく約46億年前に誕生したので、ほぼ同じ時期に誕生した同期でもあります。そして太陽の直径は約139万 km であり、地球の直径の約109倍に相当します。これは地球を約130万倍の体積で包むことができるほどの大きさです。さらに言うと、太陽の質量は全太陽系の質量の約 99.86% になるのです。空を見上げると月と同じくらいの大きさしかしないため、意外と小さいと思う方もいるのかもしれませんが、太陽は巨大すぎるのです。そしてその主成分は水素とヘリウムであり、内部で起こる核融合反応によって超莫大なエネルギーを生み出しています。そしてこのエネルギーが光や熱として太陽系内に放出されるため、夏や快晴の時には我々は苦しめられることになるのです。また意外と勘違いされているのですが、実は太陽は燃焼という意味では燃えてはいないのです。なぜなら燃焼というのは物質が酸素と反応して熱や光を放出する化学反応であるからです。太陽は核融合によって燃えているため燃焼はしていないのです。そして核融合とは、軽い原子核が高温と高圧の環境下で合体し、より重い原子核を形成するプロセスのことです。簡単に言うと、水素2つが融合してヘリウムになるという感じです。この反応の過程で膨大なエネルギーが放出されるため、星が光と熱を放射するのです。次に太陽自体の構造について簡単に見ていきましょう。太陽の構造はざっくり言うと次の通りです。核、光球、細層、そしてコロナという複数の層に分かれています。そしてこれらは内側から核が約1500万度、光球が約6000度、細層が約4000から2万度、コロナが約100万度になります。では一方で、地球で最も暑いとイメージされるものをご紹介します。溶岩は700から1200度、炎は約800から1500度、そして雷は約3万度です。太陽の表面が約6000度で、その大気が約4000から2万であることを考えると、いかに太陽さんが化け物かわかりますね。太陽の基礎知識について一通り見たところで、ここからようやく本題に入っていけたらと思います。一般的に太陽を消化しようとした場合、まず思いつくのが水をかけて一気に消化させる方法ではないのでしょうか。実際、科学がこれだけ発達した現代においても、火災における消火活動のメインウェポンとなるのは水です。ただ、先にも述べた通り、太陽は超巨大です。なので、ちょっとやそっとの水ではどうにかなるものでもありません。
そこで、まずは地球にあるすべての水を太陽にぶつけてみるとどうなるのかを考えてみましょう。もちろんここでは水が宇宙空間でも氷にならず、太陽表面に当たるまで液体の状態を保てるという前提で考えます。これはぶっちゃけどれだけの水を用意したとしても、摂氏約4000度から2万度もある太陽の大気では、水分子はすぐさま分解されてしまい、一気に気化するだけでなく、プラズマ状になってしまうためです。プラズマ状とは、物質の状態の一つで、固体、液体、気体に次ぐ第4の状態とも呼ばれているものです。プラズマは、原子が一部または全部の電子を失うため、電気を非常に通しやすい状態になるのです。つまり、プラズマとは、電気をめっちゃ通しやすいガスということです。さて、地球は水の惑星と言われるくらいなので、とんでもない量の水が含まれていると思う人もいるのかもしれませんが、地球上に存在するすべての海、川、湖、地下水、氷、大気から水のみを抽出すると、約13億8600万立方キロメートルになると推定されています。これをトンに直すと、約139京トンです。凄まじい単位ではあるのですが、それらを一箇所に集めた場合、その直径は約1400キロになります。日本列島の直径が約2500キロメートルであるため、実はそこまで多い量とは言えないのです。そして、先にもお伝えした通り、太陽の直径は約139万キロメートルであり、その表面積は約61億4400万平方キロメートルもあります。もし、水の比重が1立方センチメートルあたり1グラムのまま変化しないと仮定すると、地球のすべての水を太陽にかけた場合、計算上、太陽全体が約23センチの水たまりで覆われることになります。23センチとは、何とも心もとない数字ですが、これは太陽が巨大すぎるからなのです。さて、水が太陽の表面に届く前に、すべての水が気化せずに、太陽の表面で液体の状態を保つことができた場合、どうなるのでしょうか。結論、それはもちろん、一瞬で蒸発してしまいます。そして、太陽を消化するという意味においては、1ミリも影響を与えないことになります。これぞ、リアル、焼け石に水状態です。ただ実は、もし仮に太陽系内に存在する太陽以外のすべての物体を水に変換し、それを太陽にかけた場合でも、太陽の明るさは 1% も変化しないとされています。それだけ太陽は巨大なのです。では、地球のすべての水を使っても無理なら、宇宙中から水を集めて太陽にかければ問題は解決しそうではないのでしょうか。実際、宇宙は一般的に想像される数千億倍以上も広いので、液体の水が存在している星は山のようにあると言われています。事実、NASA は2023年に地球から約40光年離れている TOI700D、約31光年離れている GJ9827D がハビタブルゾーン内に位置し、液体の水が存在する可能性が高いという研究結果を発表しました。ハビタブルゾーンとは、水が液体で存在できる領域のことです。そして、その他にもいろんな惑星が発見されています。また、2011年にカリフォルニア工科大学の研究チームが120億光年離れたクエーサーと呼ばれる天体周囲に太陽の質量の約140兆倍もの水が存在することを発見しました。なので、実は宇宙には水がある惑星はゴロゴロいるのです。では、それらをかき集めて、仮に今回の過程では太陽表面全体に対して高さ7000キロまで覆えるようにしたとしましょう。ちなみにこれはだいたい地球7200個分の質量です。一般的にはいくら太陽が凄まじい温度を持っていたとしても、一度に超大量の水をぶつけたら一気に沈下してしまうイメージがあるのではないのでしょうか。しかし、これでも残念ながら結論としては、一瞬にして高さ7000キロもの水は
蒸発してしまうのです。それどころか、水で消化しようとした前よりもさらに明るく輝いてしまうだけでなく、その体積をさらに増やしてしまうのです。今回の場合では、推定でも 5% から10% 程度はさらに明るくなるとされています。これが起きる理由は、太陽が先にも述べた燃焼反応によって燃えているわけではなく、巨大重力によって圧縮された水素原子が融合してヘリウムになった時に発生する核融合のエネルギーで燃えているためなのです。つまり、太陽を燃やしている原動力が何かというと、それは太陽自身の重さでもあったりするのです。なので、いくら太陽に水を注ぎ込んでも、それは瞬間的に蒸発し、水素と酸素に分解され、それが太陽自体に降り積もるので、太陽の質量が増大していきます。質量が増大すれば、重力が増大するため、核融合の力は弱まるどころか逆に強まるのです。そのため、太陽は余計に元気になってしまうと言えるのです。加えて、水の組成には核融合の元となる水素原子が含まれているため、実質的に燃料が追加されたことになるのです。これは例えるのなら、火に油と同じ状態です。では、さらに躍起になって太陽と同程度の質量を持って一瞬で消化しよう大作戦を展開したとしましょう。さて、この場合どうなるのでしょうか。ここまでの話を聞いた方はもう気づいたかと思いますが、これも全く同じで意味をなしません。それどころか、太陽は超新星爆発を起こしてしまう可能性があるのです。超新星爆発とは、簡単に説明すると、星が寿命を迎える際に自身の重力に耐えられずに爆発してしまう現象のことです。太陽は常に自分の重さで潰れそうな状態を核融合のエネルギーによって支えています。しかし、突然質量が極端に増大してしまうと、太陽は自らの体重を支えることができなくなり、爆縮と呼ばれる現象を引き起こしてしまうのです。爆縮とは、外部からの圧力によって物体が内部へと急激に圧縮される現象のことです。これにより、太陽の外核では光速の約 23% で内核に落下し、内核は瞬間的に約1000億度に達すると推定されています。そして、落ち込んだ物質は太陽の核でバウンドし、今度は外に向かって強力な衝撃波を発生させるのです。これが太陽に大量の水をぶつけた際に起きると推定されている超新星爆発の仕組みです。では、さらに躍起になったとしましょう。何としてでも太陽を水で消化させたくて、今度は一気に太陽の1億倍の質量を持つ水をぶつけたとします。このシナリオを考えてみましょう。まず、水がぶつかった瞬間、水は急速に蒸発を繰り返しながら太陽に降り注ぎ続けます。そして、その次の瞬間には、太陽の質量は数千万倍にも膨り上がっていきます。すると、莫大な重力が発生するため、太陽の核にかかる圧力は凄まじいものになっていきます。やがて、超新星爆発前のように、核がどんどん押しつぶされていくと考えられます。ただ今回は、前回の太陽と同程度の質量を持つ水をぶつける作戦とは違い、質量と圧力があまりにも膨大であり、急激に上昇していくため、今度は落ちていく物質はバウンドせずに一点に向かって無限に圧縮されていくと推測されています。すると、無限に圧縮された一点が空間に現れることになります。そしてこれを一般的にブラックホールと呼ぶのです。つまり、太陽の1億倍の水を太陽にぶつけると、太陽は太陽の質量プラス太陽の1億倍の水の質量の合計になってしまうため、核が支えられる限界をはるかに超越してしまい、ブラックホールになってしまうのです。間違っても太陽に水をかけるのは良くないということですね。いかがでしたでしょうか。ここまで太陽に水をぶつけるとどうなるのかを様々なパターンで見てきました。少ない量では意味がないのはなんとなく想像できたと思いますが、
水の量を増やしていくと、太陽自体が超新星爆発を起こすか、ブラックホールになるというのは、なかなかイメージできなかったのではないのでしょうか。宇宙規模の話になると、通常の感覚では対処できない問題が増えていきますが、太陽に水をかけるというのも同じということですね。以上、絶対に消化されたくないという太陽の意地を感じるお話でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、この世界に存在する脳がぶっ飛ぶ話を中心にご紹介していきます。もしこの動画が少しでも面白いと思ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。